お餅のフレンチトーストを作りました。ふわふわでとろっとしててもちもちです。やべえ味がする。で、今回卵1個でやったんですけど、餅1個に対して卵1個、つまり今回の分量だったら卵2個にしてもいいです。ただ味がそんなにね、すんごいめちゃくちゃ変化するかっていうとそうでもなくて、なんかどっちでもいいなと思ったんで、卵をいっぱい使うよりかはちょっと少なくしといた方がいいかなということで、今回は卵1個バージョンだったんですけど、以前ね、知り合いが作った画像にアップしてて、すごい美味しそうだなと思って、で、餅でフレンチトーストっていうのを聞いてたんで、レシピ見てみてね、それを参考にしつつ、ちょっと変えたりしながら、いろいろ試したんですけど、結構ね、焼き具合で食感変わって、もうちょっとしっかり中がとろっとしないぐらい、全体が均一。だから今回結構中とろっと系なんですけど、この縁ぐらい、この中がとろっとしてなくて、縁と同じぐらいの焼き具合にすると、もっとふわっとした感じになったりするんで、焼き具合はね、お好みっすね。なのでもう折りたたんでからもうちょい弱火でしっかり中までとろっとしないでってなるまで焼いたりすると変わったりしますね。ですけど僕は個人的にはこの中とろっとさせた方が美味しいなと思ったんで、今回はそれにしたんですけど、なんかとろっと系でも餅なんでね、全体的に雰囲気はとろっとしてますね。美味しい。お餅の風味ちょっと残ってていいです。で、バニラオイル入れなくてもいいんですけど、地味に重要だなと思ってて、やっぱこのバニラ感あった方が美味しいですし、クオリティもグッと上がるんで、これね、相当うまい。危険ではある。危険な味ではあるんですけど、あと2個ぐらい、1個2個ぐらい餅残ってるっていう場合はやってみてもいいのかなと。本当に餅とは全く違う感じの味で食べられるんで、レンチンしてさっと焼くだけでできるんで、そんな感じで。一応年末年始続いた餅習慣はこれで締めとさせていただきます。また来年の年末年始に会いましょう。もちたでした。さよなら。